んにちは、まやありかです。今回はですね、2022年4月に訪れた富士山河口湖パワースポットの旅をお届けします。今回は1泊2日の旅だったので、1日目は朝7時15分、朝一のバスを選びました。おはようございます。おはようございます。お待ちください。お待たせしました。はい、じゃあ、2階の一番前 A 席になりますね。はい、ありがとうございます。なんとこのバス2階建てで2階に乗れるようです。東京の新宿から河口湖駅までは約2時間の道のりです。7時15分に出発したら9時には河口湖駅に到着します。時間通りにバスは出発して平日だったので道路もとても空いていました。このバスは河口湖まで休憩がないのですが、バスの1階部分にお手洗いもついているためトイレ休憩がなくても安心です。車内で軽く朝ごはんを食べていたら、あっという間に向こうに富士山が見えてきました。朝9時、時間通りに河口湖駅に到着しました。この日は快晴で、本当に富士山を眺めるにはぴったりの日です。旅行に来る前にいろいろ調べていたところ、やはり富士山観光は天候が命なので、数日前まで天気予報をチェックして確実に晴れている日を狙う必要があります。今回は私も2日前まで桜の開花状況と天気予報をずっとチェックしていました。新宿からバスに乗ってしまえば、もうあっという間に河口湖駅に到着しました。2時間かかんなかったぐらいです。なんと世界遺産ループバスの周遊チケットを買おうと思ってたら、今おそらくコロナだと思いますけれども、その周遊バスのチケットはもう売ってないとのことで、今路線図もらってきましたけれども、ちょっとフリーパスを買わない方がいいのかなという気がしてきました。なんと私が回りたかった観光地を制覇できる世界遺産ループバスというバスが今コロナで運休中でした。これによって通常の路線バスを駆使することになり、かなり過酷な旅になってしまいました。気を取り直して計画を練り直し、ひとまず荷物はコインロッカーに預けます。まずは河口湖駅からバスで約10分ほどの遊覧船ロープウェイ入り口を目指します。このレッドラインは河口湖周辺を観光するのにとても便利です。最初の目的地はカチカチ山。日本昔話に出てくるあのカチカチ山の舞台です。バスを降りて反対側に渡り、少し階段を上ったところにカチカチ山へのロープウェイ入り口があります。このカチカチ山からは絶景の富士山ビューポイントがあるとのことで、とても楽しみです。発券機でチケットを買って今から乗車します。いいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゴンドラ到着してます。車内お進みください。運よくちょうど到着していたロープウェイにすぐに乗ることができました。これより皆様を天井山展望台へとご案内いたしますが、Thank you for coming today. We will now
to the mountain of the Wetland。展望台のうさぎ神社では、登山者や観光のお客様の安全と健脚を祈願して、うさぎのご神体が祀られていますのよ。約3分ほどでカチカチ山の頂上に到着です。親切にマップがありました。展望台だけではなくて、うさぎ神社や飲食店など結構内容が充実していそうです。正面に見えているのがたぬき茶屋。絶景ポイントでゆっくりできるカフェがあるのはとても嬉しいですね。まずは富士山が晴れているうちに絶景の撮影をスタートします。この富士山と桜のコンビネーションが見たかったので、この時期を狙ってきた甲斐がありました。こちらは可愛らしいうさぎ神社。縁結びのご利益があるそうです。うさぎ神社のおみくじはこんな絶景ポイントにお納めすることができます。カチカチ山のブランコのチケットもゲットしたので、今から乗りに行ってみます。ちゃんと命綱みたいなのをつけてますね。大丈夫ですよ。なんと漕ぎ始めたら音楽まで流れてきました。すごいサービスです。写真も係の人が撮ってくれます。すごいなこれ。めっちゃ至れり尽くせりです。なんかちょっとこれシュールなサービスで笑えますよね。休みの日だとだいたい40分ぐらい待つこともあるそうです。こんな展望台を見つけました。山頂にあるので、ちょっと山頂の景色も見に行きたいと思います。なんと武田信玄の戦の陣地をイメージしたこのようなフォトスペースまで設けられていました。なんとか観光客を楽しませようという微笑ましい演出の努力が感じられますね。展望台の一段高いところからもまた絶景の富士山を拝むことができました。一通り景色を堪能したら、いよいよお待ちかねのティータイムです。富士山の絶景を眺めながら、季節限定のいちごジェラートと、そしてバスの中で食べきれなかったパンをいただきます。さっきは頂上まで晴れていたのに、もう上の方が曇ってきていますね。どうも富士山は朝一の方が晴天の状態で見やすいようです。こんなところに瓦投げを発見しました。せっかくなので一回チャレンジしてみたいと思います。鳥居の円めがけて瓦を投げて、瓦が円の中をくぐれば良縁に恵まれますが、もし万が一くぐれなくても厄払いはされるでしょうとのことです。よし、あの輪の中ですね。あの輪の中を狙います。こう横？全然ダメでした。全然届かない。難しい。
この瓦投げは2回チャレンジできるということだったので、2回目チャレンジしたいと思います。祈願祈願、いってみます。よいしょ。また惜しかった。残念。瓦投げは残念な結果でしたが、役は落とせたということでよしとしましょう。この後、大満喫したカチカチ山を後にしてバスに乗って川口浅間神社へと向かいました。川口浅間神社の遠隔参拝の様子と富士山を望める妖拝所の参拝の様子はメインチャンネルの方で上げておりますので、こちらではダイジェストの動画のみシェアさせていただきます。もし遠隔参拝の動画にもご興味がある方はぜひ概要欄のリンクからメインチャンネルの動画もご覧ください。こちらの川口浅間神社の妖拝所へは徒歩で行くとなかなか厳しいので、もし可能であれば車で行くことをお勧めします。妖拝所からの景色では富士山に雲がかかってしまいましたが、その雲の形がなんと龍神様の頭にも見えました。こちらは妖拝所から徒歩15分から20分のところにある母の白滝です。マイナスイオンをたっぷりと浴びてかなり涼しくて気持ちよかったです。その後、川口浅間神社から徒歩20分ぐらいのところにある川口湖畔にあるカフェラボエムミミにやってきました。何回もお茶してしまったのですが、まだしっかりとしたお昼ご飯を食べていなかったので、すでに2時半ぐらいでしたが、ようやくお昼ご飯を食べることができました。今回のルートは車がないとかなり歩くことになりますので、もし車で行ける方はぜひ車での観光をおすすめします。